チーズ作るのには牛がいるじゃないですか。はい。クッキーを食べようと思ったら、はい。小麦を作らないとできないじゃないですか。皆さんこんにちは。発酵人研究家の床みゆきです。今日も吉田牧場さんにお邪魔しております。こんにちは。こんにちは。皆様、こちらが吉田牧場の創業者の吉田善作さんです。善作さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。どうも。善作さんが酪農家になられようと思われたきっかけがありましたら教えてください。チーズ作ろうと思って、はい、チーズ作るのには牛がいるじゃないですか。はい、だから牛飼いにならないといけないから牛飼いになった。クッキーを食べようと思ったら、小麦を作らないとできないじゃないですか。はい、クッキー作るところからじゃないんですね。さすが全部作るの善作さんですね。いや、まあそういうことじゃないですけど、はい、農学部畜産学科っていうところに籍を置いてたんですけども、はい、チーズ作りを始めたのは88年だから、はい、35年前ですね。はい、ということは酪農はもっと前。84年東京でサラリーマンしてて、はい、5年したんですけど、はい、東京は会ってないし仕事も嫌だったし、山の中で生活することばっかり考えて、はい、食いしん坊だからチーズ好きだったし、チーズでも作るべと。その頃 YouTube もないし、何を見ていいかわからないし、はい、日本語の教科書もないし、イギリスのなんか教科書みたいなの買って、はい、それでやりましたけど、年数かかりましたけど、いろんな方にアドバイスいただいたり、はい、まあ実際ヨーロッパ行ったりはしました。サルバトーレ・ピンナさんっていう、はい、その当時イタリア大使館の参事官ですごい偉いさんだったんだけど、はい、その人からモッツァレラを作ってくれっていう依頼があって、僕は作り方知らないからって言うと、で僕行って、はい、教えるからって言って、はい、泊まり込みで教えてくれたんですよ。それから毎年来るようになって、はい、でいろんなチーズを教えてもらって、ピンナさんに言われて、まあ生涯1回だけモッツァレラのセールスに行ったのが、はい、落合務さん、そこにモッツァレラ持ってって、はい、食べてもらったんです。まあ OK もらって、それで納めるようになったんですけど、はい、その当時まあ手作りモッツァレラって珍しかったから、はい、落合さんが独立して、はい、ベットラでうちのチーズを出して、はい、でお客さんが美味しいからどこのだって言われると、でいちいち説明するのめんどくさいから、はい、吉田牧場って書いていいかなって言われて、はい、いやいやありがとうございますって言って、それで書いてくれるようになって、はい、それがきっかけかな。20年以上前じゃないかな。あとは情熱大陸かな。夜そんなに起きてないから見たこともないし、なんか怪しい名前の電話があって、はい、もうそんなの出ないから、はい、知らないし、はい、で電話切ったんだけど、わざわざ来て、全然珍しくもなんともないから、はい、その番組にならないと思うよって言ったら、はい、いやそういうことを言う方が面白いんですよって言われて、はい、じゃあちょっと考えるって、それで知り合いに電話したんですよ。そういうの詳しい人に。それはね、親孝行だと思って出た方がいいよって言うから、そんなんで親孝行になるのってじゃあただだから出るか吉田牧場さんのね、チーズがなぜ美味しいかっていうのは原屋さんにご説明いただきましたけど、やっぱりこの牛乳、はい、原料、そうですね、命ですね、はい、約束でいただきたいと思います、はい、いただきます。はい、うわ、美味しい。美味しいですね。美味しいです。牛乳のなんかツンとくるないですよ。全然ないです。はい。ソフトクリームみたいです。うん、そうです。なんか砂糖が入っているぐらい甘みがありますよね。ミルクの味ってやっぱり草を牛が食べるから草によって変わるんですか？全然変わりますよ。門上さんからですね、発酵の変態って吉田善作さんのことをご紹介そんなこと言われてるはい、いただいたんですけれども、あえてここかなって思われるとしたらどこが変態ですかね？原料を加工するっていう段になると、はい、必ず発酵が入ってきますよね。そのまま煮る焼くとか、はい、蒸すとか、はい、そういうこともだけど、はい、
面白いのはやっぱり発酵させることの方が面白いかな。味わいも変わるし、どうしてこうなるのかなっていう、そっちの方がいつも楽しいので。日本の発酵と世界の発酵で何か違うとしたらどういうところが違うんでしょう？歴史的に言えばやっぱり原料でしょう。アジアは大豆と、お米でしょ。で日本以外では麦と乳か。あとは日本原産じゃないんですけど、アジアでも山の方で発達してて、なぜかというと塩がない手に入らないんですよね。で腐敗しない納豆ができる。で海の方では塩があるんで、魚醤とかね、地面とかも発酵だらけですよ。葉っぱとか発酵しないともう大変ですよこれ。降り積もっちゃって。積もっちゃってもう動物もね発酵しないと死んだら、そっこら中になんか死体が怖いです。怖いでしょ。そういう仕組みになってるんですよ。発酵して世界が回るようになってるんですね。じゃあその発酵食品のチーズもいただいてよろしいでしょうか。皆さん薬徳第2弾でございます。いただきます。カマンベールです。美味しい。ミルクの味がすごい。そして後から旨味がすごくくるんですよね。お取り寄せしていただけるんですよね。これは大丈夫ですよ。お電話とファックス、そうですね。でご注文。メール予約をして、だいたいできたら送っていただくっていうような感じですね。皆さんじゃ楽しみに完成を待ってお取り寄せをしていただければと思います。善作さんが幸せだなと思われる瞬間ってどういう時なんですか？好きなことができてる時じゃないですかね。毎日でも、いや幸せだなと思いますよ。嫌な時も 100% 嫌じゃないから、その中の 1% で 2% でも楽しいことがあったら楽しいって思うようにしてるんで。今日は素敵なお話どうもありがとうございました。牛たちはこう糞尿を出します。でその糞尿で今堆肥も作ったりしてるんですけども。